おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから1点取り上げたいと思います。私は現在40代です。将来リペアの仕事に就きたく、神谷さんのように個人でリペア工房を立ち上げたいと思っています。そこでリペアの仕事を立ち上げるにあたり、必要なスキル、技術、資格であったり、神谷さんの経験を通じて収入の話、リペアの仕事について良かったこと、大変だったことなど、YouTube でアドバイスをいただけたらと思っています。ちなみに当方はリペアの経験は自分のギターの簡単なメンテナンス程度しかしたことがないので ESP ギタークラフト科などの専門学校の入学などを考えております。大変お忙しいとは思いますが教えてください。このようなご質問をいただきました。人生相談ですよね。こういった質問がいつか来るんじゃないかなっていうのは予想はしてたんですけれど、今までもそうですね、若い子から連絡が来て工房を見学させてくださいとか何回かあったんですよね。そのたんびにアドバイスはしてるんですけれど、現実はそんな甘くないってことですね、まずは。この方40代ってことなんですけれど、何か新しいことをするにあたって年齢は特に関係はないと思うんですよ。例えば実現したい物事によっては体力的だとかそういった部分で実現が不可能か、もしくは困難なものっていうのもあるとは思うんですけれど、私はね、新しいことをチャレンジするっていうのは非常にいいことだと思ってますので、そういうスタンスの考え方ですね。必要なスキル、技術、資格とかなんですけれど、まずリペア工房を立ち上げるっていうことは、技術もそうですし、知識もかなり必要というよりかは、必要不可欠ですよね。それがないと工房って立ち上げられないと思いますので、この方の場合は自分のギターの簡単なメンテナンスぐらいしかしたことがないっていうことなので、専門学校に通う意思があるって書いてあります。もちろん資金的に余裕があるのであれば専門学校に通うとか、もしくはどっか工房さんで数年間働かせてもらって、その間に最低限必要な技術と知識を習得することは必須だと思います。どちらでもいいんですけれど、一応ESP の専門学校卒の私からすれば、どっか有名な工房さんで働かせてもらうチャンスっていうのはそれほどないと思いますので、雇う向こう側としても40代とか50代とか年のいった方よりかは20代とかの若い人を雇う方が知識とか技術を吸収する能力も高いでしょうし、その辺はね、人によって差がありますから、何とも言えませんけれど、やっぱり若い頃ってもうスポンジのようにいろいろ知識やら何やらを吸収するじゃないですか。40代、50代とかになってくると、もうなんとなく自分の考え方もまとまってしまって、なんとなく人の意見っていうのは、そうなんだぐらいにしか思わないような考えになりますよね。私はそうならないように、常日頃から、いろんな意見を取り入れようと頑張ってるんですけれど、やっぱり核の部分として、そういう自分が信じてきた部分っていうのは、やっぱりどうしても崩したくないというか、ただね、それを言ってしまうと、どんな世界でもそうでしょうけれど、こういう理由でって理論的に説明されれば自分が間違ってたこととかいっぱいあるでしょうし、それはね、もう素直に受け入れて、考え方をそこで変えないといけないですからね。そこで意固地になって自分の考えを貫き通してしまうと、行く末は偏屈なね、親父みたいなね、そんな感じになると思うんで気をつけたいとは思ってます。はい。で、ちょっと話がそれましたけれど、専門学校へ入学するのはいいと思います。資金的な余裕があればですね、基礎が学べますから。で、あと資格についてなんですけれど、もし仮にリペア工房と同時に中古楽器とかの販売とかも並行して商売としてやっていくのであれば、古物許可証っていうのが必要ですね。警察署に行っ
って申請する中古品を扱う許可証みたいなもんですよね。あと、私が気になるのは、この方の環境ですね。独身なのか、結婚されてるのか、子供はいらっしゃるのかいないのか、または子供がね、もうすでに成人されていて、お金があまりかからないとか、いろいろ環境があるじゃないですか。その人その人によって。そういうのもすごく気になるところです。で、仮にもし現在、普通の会社員であって、普通に収入があって、家族を養う立場なのであれば、少なくとも4、5年は生活していける貯蓄があった方がいいと思います。で、あくまで想像なんですけれど、ある程度の貯蓄もあって、で、しかも退職金も見込めて、そのまとまったお金を資金として、考えてるんじゃないかなと、勝手に、私の想像ですけれど、思ったりもしてます。で、リペア工房を立ち上げるなら、道具工具とかも最低限揃えないといけないですよね。その部分でも金額はかかりますし、専門学校通うんであれば、学費も必要ですよね。ゼロから開業するっていうんであれば、それなりのまとまった金額は必要だと思うんですけれど、どれほどの規模にするかによっても違ってくると思います。で、ちなみに、塗装ブースとかまで揃えようとすると、エアコンプレッサーとか、エアドライヤーとか、スプレーガンだとか、でっかい換気扇とかもそうですよね。で、その辺の設備とかを揃えようとすると、それだけで100万以上はかかると思います。私の工房の塗装ブースの費用は100万以上かかってますね。120、30万ぐらいはかかってますね。先ほど言った必要な道具工具っていうのは ESP の専門学校とかに通うにしろ、どこかの工房さんで働くにしろ、これからのその準備期間である数年間にわたって徐々に揃えていけばいいと思います。例えば専門学校とか行けば必ず必要なもの、そうではないものとかいろいろ分かってきますから、徐々に何ヶ月かおきにまとまって揃えていけばいいと思います。そうだ。あと、ESP の専門学校は、高田馬場の方でしたけど、学校法人の方ですね。2年間の学費が、確か230万、220万とか、240万とか、だいたいそのぐらいだったと思います。ざっくり1年間100万ちょい、110万とか、だったと思ったんですよね。で、当然その学費は親に出してもらったので、その辺はもう本当に親には感謝してますね。27年前の話ですけれど。では次、非常に厳しい意見、現実をお話ししたいと思います。この質問者さんの場合、簡単なメンテナンスくらいしか、経験したことがないっていうことなんですけれど、じゃあ何か他の分野で、例えば今のお仕事が技術系で、非常に手先を使う仕事なのかとか、そういうことがあるんでしょうかね。ちょっとその辺はわかりませんけれど、多少手先が器用であっても、専門学校へ入学して、しっかり学べば、リペア工房を立ち上げることができるんじゃないかとかっていうね、そういう風な考え方であれば、これ真面目に言いますけれど、100% やめた方がいいです。そんなに現実甘くないです。ちなみに最悪のシナリオを勝手に私が想像したりしますと、とりあえず数百万かけて、開業したはいいですけれど、リピーターのお客さんもつかないで、気づいたら食べていくために中古販売とか、そういう方の商売がメインになってしまって、リペアの内容もメンテナンスに毛が生えた程度だとか、その要はリペアの技術に関しても、結局そういう小さな仕事というか、簡単な修理の仕事ばっかりしてると、技術っていうのはあまり上がっていかないじゃないですか。技術っていうのは、自分が、この辺までできるとしたら、次ちょっとそれよりほんのちょっと高度な技術が必要な依頼が来るわけですよ。自分はまだこの技術、修理はしたことがないんだけれど、今までの経験から考えて頑張ればできるんじゃないか。やってみようっていうのを少しずつ積み上げてって徐々に上がっていくものなので、そういう風な簡単な修理の依頼しか来なくなるようになると、要はそこで技術って止まってしまうんですよね。おそらく収入は、
会社員時代の数分の1になるでしょうし、退職金とかは開業費とか、その他に投資した部分で全て使い込んでしまって、残ったものは何もないみたいなね。そういうことも十分考えないといけないですよ。本当に。で、一方、もしね、この質問者の方が昔から物いじりが好きで、自分のギターもいろいろ改造してきたとか、最低限の趣味レベルの工具や道具なども持っていて、仕事が技術系で手先が器用だとか、っていうことであれば、本当に決心がついてるんであれば、この道に突き進んでいくことは、私としてはお勧めいたします。ただし、たとえ開業したとしても、数年間の間は、高校生のアルバイト代に毛が生えた程度しか収入がないと思ってください。本当です、それは。そのくらいの覚悟でいた方が、いいと思います。で、おそらくですけれど、普通のサラリーマン、今の仕事を定年退職まで続けられた方が、今後得られる生涯の収入っていうのは、はるかに多いと思います。よっぽどね、その人が天性の持ち主で開業してすぐ結果を得られるだとか、そういう評価を得られるとか、そういうようなことがない限りは難しいと思いますね。収入のことっていうのは忘れて、今後のその人生において、本当に心の底からこの作業が好きでやっていきたい。とか、ハートの部分で考えないといけないことだと思います。それを持ってないと、絶対うまくいきませんよ。本当に。はい。で、ちょっと厳しい意見を言いましたけれど、で、今の時代、工房開業しましたっていう風に宣伝するのは比較的簡単です。SNS とかホームページとか作って、そういう、ツールをフル活用すればいいと思いますので、で、問題は、その後です。すごく綺麗で見栄えのいいサイトとか作れば、一元さんは来ると思うんですよ。で、ところが、どんな商売もそうなんですけれど、一度いらしたお客さんをリピーターとしていかにつかむかが重要ですよね。今の時代は Google とかで検索すると自分で別に登録してもいないのに、ここはジンギター工房ですみたいな Google マップとかで出てくるじゃないですか。その情報を自分で管理していなくても、例えばそこにいろいろコメントがついて、新しくできたところなんで、修理依頼出してみたんですけれど、ちょっと点々点みたいなね、評価が、1とか2とか。で、それを見たお客さんっていうのは、そうなんだ。じゃあやっぱ他のところにしようかなって思うじゃないですか。で、そういうのがもうすぐに分かっちゃう時代なので、非常になんていうんですか、最初に世に提供する技術とか、そのクオリティっていうのは、ある程度最低限、高くないと、すぐに情報が拡散してしまうので、すごい厳しい時代だなとは、思ってます。で、あとこれはですね、ごく一部の、ごく一部であってほしいんですけれど、悪く言えば技術力、知識力が少ない、低いリペアショップさんにも言いたいことなんですが、今までこの仕事をしてきて、いろんなお客さんからのものを見るわけですよ。その楽器を見ると、明らかに間違ってる修理方法だとか、この仕上がりはいくらなんでもお金をいただいてやるレベルじゃないでしょっていうようなひどい仕上がりとかっていうのをたくさん見てきてるんですね。もう本当に ESP の専門学生がやった方がこれよりはるかに綺麗に仕上げられるよっていうような、そういう状態の修理品も多く見てます。工房を立ち上げるっていうのはいいんですけれど、お客さんの大切な楽器を台無しにするようなことだけは決してしてほしくないんですね。そういう汚い仕上がりとかをしてしまう、当の本人というのはそのレベルでいいと思ってるんですよ。というよりか気づいてないというか、自分は 100% 技術を出し切ってお客様の楽器を直しましたっていうふうに思ってるので、自分が行った技術のその仕上がりのレベルを疑うこともないでしょうし、何も悪いことは自分はしてないと思ってると思うんですね。要はここまでのレベルで自分で満足してるわけですから、その遥か上のレベルの話なんて全然見えないわけですよ。わかんないんですよ。はい、それでは、後半いきます。
前にも話しましたけれど、ちらっと。私の経歴と、それから若い頃の収入の話です。19歳で楽器屋さんにアルバイトに入りました。で、29歳まで続けましたね。で、途中で契約社員とかっていう形になったりはしました。バイトで入った時に、当時の店長さんが、非常にマニアックな方で、ハンダ付け、配線の修理とか、結構もうバンバン自分でやっちゃうような方だったんですね。まあ入った時に覚えてるのは、君ハンダ使えるって言われて、実体配線図を見させてもらって、で、それの通りにこう配線をしたりとかっていう作業をさせてもらってました。22歳の時に、ESP に入学して、午前中は専門学校で学んで、午後からは楽器屋さんで働いて、で、夜の10時ぐらいまでですか。ですから帰宅するのは11時ぐらいでしたね。翌日は専門学校行かなきゃいけないので、朝5時半起きとか、そのぐらいだったと思うんですけどね。専門学校24歳で卒業して、で、まあ、うまいこと就職活動も行って、松本にあるヘッドウェイに入社しました。松本駅にほど近い KMI っていうね、お店で楽器屋さんで働かせてもらったんですね。お店の中でできる作業。例えば簡単な配線の作業だとか、フレットのすり合わせだとか、まあできる作業はそこでやって、大きな塗装も絡む修理だとか、そういったものはヘッドウェイの工場にいらっしゃるリペア専門のね、方にこう出すとかっていう、そういうスタイルでしたね。最後にですね、ほんのちょっとだけヘッドウェイの工場で働かせてもらいました。といっても、1ヶ月あったかな？なかったかな？そのヘッドウェイで入社してた時期っていうのは、もう半年そこそこぐらいの期間だったんですよ。で、まあ、それでいろいろもうあって、退社して、で、またこっちに戻ってきたんですね。で、また住谷楽器さんで働かせてもらいました。その傍らですね、事務所の一角に作業スペースを作らせてもらって、まあその作業スペースでできる修理はそこでやって、大きな修理、木工の加工が必要だとか、例えば座繰りが必要だとか、そういうような大きな作業に関しては、自宅に持ち帰って、で、自宅の一部屋をもう丸々改造して、そこで、作業をしてましたね。当時の私の給料なんですけれど、楽器屋さんでの稼ぎがだいたい14から15万ぐらい。もちろん手取りじゃないですよ。そっから保険とかね、いろんな形でさっ引かれるので、手取りはもっと少なかったです。修理での稼ぎがだいたいね、月によってもう差がありすぎるんですけれど、3万から6万とか、まあだいたい5、6万ぐらいだったと思ったんですよね。ちょっとはっきり覚えてないですけれど。楽器屋さんで働いてる身なんですけれど、毎月のその修理代っていうのは、住谷さんにこう、伝票を入れさせてもらってました。まあ、つまり、住谷さん側からすると、神谷という人物に、外注依頼をしていたっていうことですね。そういう仕組みになってました。ですから、修理代っていうのは、丸々私が住谷さんに請求していただけるっていう形になってましたね。その頃はですね、フレット交換作業なんていう依頼が来たら、もうそれこそ万歳っていう感じで、今月はもう収入アップだみたいな、そんな感じでした。最後の1、2年間は、楽器屋さんで働く店員としての自分と、リペアマンとしての自分のその比率をですね、徐々にこう変えていって、楽器屋さんで働く時間を減らしていったんですよ。でその分、修理とかそういうことにかける時間を増やしていったんですね。最後の1、2年間ぐらい。で、29歳の時に完全に退職しました。ホームページは25、6ぐらいの時に作りましたね。修理の内容とかをホームページにアップして、まだね、その頃っていうのは、個人でホームページを持ってるっていうことが非常に珍しかった時代です。もちろん企業さんとかはようやくね、インターネットとかも世間に広まり始めて、ホームページをこう作ってた時代ですけれど、個人でホームページを持ってるっていうのはまだまだ珍しかった時代ですね。ちなみに今まで雑誌とかに、宣伝、広告を出したことは一切ないです。
逆に取り上げられたこともないです。もしよろしければ取り上げてください。で、29歳の時に辞めた直後の、給料っていうのは、それまでの楽器屋さんの給料っていうのはなくなってしまいますから、だいたい月、6万、7万とかそのぐらいの金額の時もありましたね。まあ本当にその時はマジかよこの金額でやっていけるのみたいなそんな感じに思ってましたけど、で幸いホームページも持ってましたし、退社してからも住屋さんでお預かりした修理品っていうのは私が引き受けることができたので、そのあたりは非常に助かりましたね。その後32歳の時に今現在のこの工房の形になって、であとは今に至るっていう感じです。楽器屋さんで働いてきた約10年間っていうのは、問屋さんとかメーカーさん、営業マンさんとかとね、非常に知り合いにつながりができて、独立した後もですね、元住屋で働いていた神谷ですけれど、今回独立しましてなんていう話を知り合いの営業マンさんにすると、あ、そうですかって言って信用取引をしてくれたんですね。信用取引っていうのは売りかけとか買いかけです。いわゆる問屋さんの卸値で買うことができて、それに儲けを乗っけて販売することができるっていうことですよね。この10年間っていうのはすごい宝になってますね、自分にとっての。接客の技術とか話術もそうですけれど、メーカーさんとのつながりとか、あとはお客さんとのつながりとか、全てがもう今の自分にとってすごく支えであって、その支えがあるからこそここまで順調に商売ができてるんだなっていう、非常に皆さんに感謝してます。では最後にこの仕事について良かったこと、大変だったこと、あとまとめですね。良かったこと、好きなことで収入を得られること、仕事に対するストレスがないこと、修理を完成して引き取りに来ていただいた時にお客様が弾きやすくなったってその笑顔を見られることですね。人が喜ぶ姿を見ると自分自身も嬉しくなるじゃないですか。あとは、休みの時間とか、いろいろ時間をフリーに使えることですね。なんか今日いい風吹いてるなーなんつったら、よし、じゃあ海にでも行こうか、みたいな、そういうことも勝手にできますし、一人でやってるからなんですけれど、そういうことはこの仕事について良かったなって思うことですね。で、大変だったこと。極端に言うと大変だったことはないです。強いて言えば、収入が安定しないことですね。非常に収入は安定しないです。ただ安定しないんですけれど、年間通してみると、いいかなっていうぐらい。で、それが徐々に年を追うごとに、一応右肩上がりでなってはきました。なってはきましたけれど、結局、一人でやってるので、もうすでにもう何年も前から、その一人でこなせる限界なんですよね。ですから今後の収入アップに関しては私は見込めないと自分では思ってます。で、だからこそこうやって今 YouTube をやってみて、なんか結構いけるんじゃないかと思って今頑張ってるんですけれど、私たちみたいなこういう個人事業主っていうのは退職金もないですし、年金も少ないですし、将来的な年金の足しになればいいかなぐらいに思ってますね。この YouTube 動画での広告収入っていうのは。大変だったことがないって言いましたけれど、結局子供の頃から図工の授業とか大好きで、レゴもやりましたし、プラモデルもそうですし、組み立て式のラジコンカーとかもハマりましたし、免許を取ってからは車いじり、昔走り屋やってたんで、そういう物をいじるのが非常に好きだったんですよ。日々のこの楽器の修理をしてるっていうのは、自分にとって大好きな図画工作の時間が永遠に続いてるようなもんなんですよね。極論を言えば仕事をしてるっていう感覚じゃない、趣味を常に毎日やってるような感覚なんですよ。もちろん日によって、もう今日はもう作業するのめんどくさいなとか、疲れるなとかってそういうのはありますけれど、基本的に好きなので、する作業が。ですから、あんまり苦に思わないですよね。多分専門的な分野で活躍されてる方っていうのは、基本的に根っこの部分でその物事が好きっていうのが絶対あると
と思うんですよ。まあもちろん例外もあるかとは思いますけれど、あくまで一般的にですよ。例えばスポーツ選手とかだったら、まあいろいろテレビでもう死ぬほどもう二度とやりたくないっていうぐらいきつい練習だったりとか、そういう話は聞きますけれど、結局でもそれはそのスポーツが好きだからこそやれてることであって、その人が本当にそのスポーツに対して興味もなければ、好きっていう気持ちがなければ、やっていて楽しいっていう気持ちがなければ、そういうトレーニングとかそういうのも続かないと思うんですよね。まあそういういろいろな、私もまあいろいろ作業してて困難にぶち当たったりとかして、まあやばいな、これどうしようかなとかいろいろ工夫してとかっていう、そういうのはありますけれど、別にそれを苦には思ってないというか、なんとかして、じゃあそれをこうクリアするべくこう工夫して成功させてきたっていうような、そういう感じなんですよね。はって気づいたら今があるみたいな。好きこそものの上手なれっていう言葉があるじゃないですか。本当にそうだと思います。この世界は。はい、いかがでしたでしょうか。私の意見は先ほどお話しした通りなんですけれど、本当に実現させてしまう人っていうのは、そもそも人の意見なんて聞かないか、まあ否定的な意見を言っても、それをバネにして、で、何クソっていう精神で、実現させてしまってる人が多いと思うんですね。実際に私の知り合いでも40代半ばでリペアショップを立ち上げて、で、成功しているっていう例もありますし、あとは何事も人生チャレンジ。やっぱり無理かなと思って行動自体を起こさないことを将来的に後悔するのか、意を決してこの道に進んで自分なりに 100% やって頑張ってはみたけれど、結局まあうまくいかなくて廃業してしまった。そっちの方が一つの経験にはなりますし、すっきりするんじゃないですかね。もちろん散財はすると思いますけれど。仮にそういうふうなことになったとしても、これからの何年間で経験した知識なりっていうのは自分自身にとっての宝にはなると思います。廃業した時のための受け皿っていうのはある程度確保しといた方がいいんじゃないかなと思いますね。例えば自分の元の古巣に戻ることができるだとか、転ばぬ先の杖みたいな、そういうのは常に考えといた方がいいと思います。まあ仮に廃業したとして、まあ人によってはその時の精神状態って、まあ人生終わりだとかね、そういうふうに思う方もいるかなとは思うんですけど、そこよりまたさらに低くなるってことはないと思うんですよ。もちろん次の職に就けなければ話は別ですよ。で、ただ、こういう行動自体を起こせる方っていうのは、最低限、次の職に就くことはすぐできると思うんですよね。そういう行動力がある方なので。そう思えば、あとはもう、この先、上へ上へと上がっていくしかないじゃないですか。人生あまり深く考えずに、気軽に考えた方が、ハッピーでいられるんじゃないかなっていうふうに私は思います。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようとかって考えれば考えるほど、その不安がどんどん大きくなってって行動が起こせなくなるんですよ。まあ、やってみてダメだったら、じゃあ次のことまたチャレンジすればいいんじゃないのっていう、そういう気持ちでいた方がいいと思いますね。で、あとは、前半戦で言った通り、本当に自分のハートに問いかけてください。作業が好きで、もうお金なんて別にほんのちょっとでいいよ。作業を毎日毎日できれば、自分は幸せなんだっていう、そういう気持ち、自分に問いかけてくださいね。そういう気持ちがなければ、まあ、たとえ開業はできたとしても失敗すると思います。まあ、そんな感じでございます。若い方に伝えたいのは、20代とかであれば、たとえそうですね、挫折したとしても、まだまだ若いので、その先人生長いですから、全然ね、臆することなく、いろんなことにチャレンジしていいと思いますよ。その一つ一つの経験が自分にとっての武器になってきますから。後々ね。はい、参考になりましたでしょうか。
これからこの世界を目指す方、全員に自分の気持ちに素直に、問いかけてみて、好きであればぜひこの世界に入ってきてください。厳しいですよ。厳しいですけど楽しいですよ。やってること自体が本当に毎日毎日楽しいので。はい。ということでいかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。